はい、皆さんようこそいらっしゃいました。心のサプリひもトークです。今日はコミュニケーション上達のスキルの一つとして聞くことの大切さ、これについてお話をさせてもらおうと思います。皆さんもね、コミュニケーションの上手い人、下手な人いらっしゃると思いますけれども、大体ね、コミュニケーションの上手い人ってなんかね、言葉を喋るのが上手かったり、話し方が上手い人、ね、そういったことを人のことを思い浮かべる人もいると思います、確かにね、話の上手な人って引き込まれるよね、だけどもね、実は話の上手な人よりも聞き上手な人の方が、人気者になれるんですよ、これはね、本当に自信を持って言えるんだけれども、コミュニケーションってね、話す側と聞く側がいて初めて成立するんだよね、だからほら、お話好きのおばちゃん同士が延々こう喋り合ってても、あれって実はあまりコミュニケーションになってないよね。お互いが言いたいことを言い合ってるだけで相手の話あまり聞いてないから、あれはね、コミュニケーションに見えて実はコミュニケーションじゃないんですよ、でね、話すのって気持ちいいんだよね、どちらかというと話す方よりも聞く方の方が大変だったりする、でね、聞いてる人って、話してる人はいろんな情報を出しているけれども、聞いてる人は何も情報を出してないって思うでしょ。実はね、これ大間違いなんだよね、相手のことをしっかりと聞いてあげて、ちゃんと目を見てね、相手の話を、ああそうか、なあそれは大変だったね、ああそうか、とかね、しんどいねとかね、相手の心にちゃんと寄り添って話を聞いている人っていうのは、自分からは何も情報を発信しないようでいて、実はね、相手に対してね、こういうメッセージが伝わるんです。どういうメッセージかというと、私は今あなたのお話を心で聞いてますよ、あなたのお話をね、理解しようとしてますよ、あなたのことをもっと分かりたいと思ってますよ、あなたに寄り添おうと思ってますよ、だから私今あなたの話聞いてるんですよ、あなたは私にとって大事な人なんですよ、だから私こうやって話聞いてるんです、もっとあなたの苦しみを僕に聞かせてくださいとかね、もっとあなたの考えを私に聞かせてちょうだいとか、そういうのが態度で相手に伝わるんです、だからね、相手が何か話してる時にそれを遮るように言葉でかぶせちゃったりしたら、そのかぶせた言葉がどんなにいい言葉であろうと、どんなに正しい言葉であろうと、絶対に相手の心には響きません、それぐらい聞く力っていうのは大事なんだよね、だからコミュニケーションの中においては、相手の話をしっかりと聞くっていう態度も大事で、これなんでかっていうとね、なんて言うんだろうね、我々ってコミュニケーションってただ言葉でやり取りしているようでいて、実はね、他にもいろんな情報をやり取りしてるんですよ。例えば顔の表情であったり、声のトーンであったり、あと間であったりね、例えば女の子が私最近太っちゃってって言った時にね、そんなことないよって、こんな変な間があったら、あ、この人やっぱり私のこと太ってるんだって思うだろうしね。で、最近私ってちょっと太って、いやそんなことないよ、かぶせるように否定されたらなんかそれもわざとらしいし、ね、だから私最近ちょっと太っちゃって、そんなことないんじゃないの、こんな風な感じの間だったりとか、なんか自然な間とかね、同じように受け答えをするのにでも、その答えるタイミングとかによっても印象ってだいぶ変わるでしょ。間であったり、あと声のトーンね、あとは仕草とかね、なんか相手の話を聞いていても、なんか携帯いじりながら聞いてたりとか、髪の毛いじりながら聞いてたら、あ、この人あんまり真剣に聞いてないなって気持ちが相手に伝わっちゃうんだよね、だからほら、インターネットのやり取りで、文字のやり取りだとね、普通に面と向かってお話をしてるときはうまくいくんだけれども、何かこうメールだけのやり取りだと内容がトゲトゲしちゃったりとか、それによってちょっと喧嘩になっちゃったりっていう経験ない？だから相手の目をしっかりと見て、相手の気持ちをちゃんと分かるように話を聞くっていう、これはね、実はね、簡単なようでいて、ものすごくね、これはね、お稽古がいることなんだよね。でもね、これができるようになると、あ、この人って私のことを理解してくれる人なんだ、この人は私のことをちゃんと考えてくれる人なんだというメッセージが相手に伝わるんだよね。これってね、すごくコミュニケーションの上で大事なの。相手が心を開いてくれるからね。でね、
相手が心を開いていろいろとこう大事な情報をそこから出してきてくれるので、それをまたこっちはキャッチをしてやり取りをしていく、だから聞き上手な人っていうのはね、人気者が多いよ。だからね、皆さんもね、ちょっとコミュニケーションの上で話が上手になりたいとかね、大勢の前で話すスキル、ね、そういったプレゼンするスキルとかね、そういったのが会社とか学校とかで要求される場合もあるでしょ。でもね、そればっかりがコミュニケーションじゃないんだよっていう話をね、今日させてもらいました。だから何か友達がね、なんかいろんな悩みを持っていたりとか、こうした方がいいんじゃないのとか、ああした方がいいんじゃないのっていう具体的なね、アドバイスを聞いてくる場合もあると思う。そんな時に、僕はうまく答えられないしとか、あんまり僕は情報を持ってないしとか、尻込みする必要はないの。自分の中で何か明確な答えを出す必要は、必ずしもなくて、ただ相手が「あ、そうか、そんなことで悩んでるのか、そうかそうか」ってね、僕は、その答えは分からないけれども、でも君の味方だよっていうようにね、寄り添う気持ちを表明してあげるだけでも、相手はすごく癒されたり力をもらったりすることもあるの。だからね、まずは相手のことをしっかりとこう受け止めてあげる、それだけの思いをね、ちゃんとこう聞くという仕草で、ちゃんとそれを表現してあげるというものがね、何よりも相手を勇気づけることにもなるので、だからね、話すコミュニケーションが押すコミュニケーションだとすると、聞くコミュニケーションというのは引くコミュニケーション、ね、押すテクニックもあれば引くテクニックもある。だからね、口下手な人は何もね、話を上手くなるようにって、頑張る必要はないかもしれない、聞くプロになってください。そういったねテクニックもあるよという話を今日はさせてもらいました。じゃあまた次の動画で会いましょう。さよなら。